はいどうも。皆様の絶望と悲しみと怒りと苦しみと嫉妬とあれやこれやの不安や恐怖とともに寄り添っていく優しいチャンネル、ネガティブマンチャンネルへようこそということでね、今日はね、お金についてね語っていきたいなと思います。皆さんどうですか？お金って嫌なものですね。いらなくないですか？もうね、人類はいつまでお金というね、貨幣交換、物々交換から貨幣交換になってね。でもお金という概念はね、ネット上でもあれじゃないですか、仮想通貨でも結局ね、通貨ですからね。お金もういらなくないですかというね、身も蓋もない結論から言ってしまいますけれども、お金っていらなくないですか？もう嫌なものですよね。僕は非常に嫌なものだなと不満を抱いています。まあね、世界を滅ぼすにあたってですよ、そもそも大嫌いですからね、この世界がね、絶対滅ぼすんだ。特に労働を滅ぼすんだ。労働反対ということでね。そうなんです。労働こそ諸悪の根源なんです。まあそれはいいとしてね。私がね、人生終わったきっかけっていうか、まあきっかけも何も本質もね、お金ですからね。そう。だから僕はお金っていうものに対して非常にね、不満、なんて言うんでしょうね。ある種憎しみ。でもね、中間的な価値ですからね。なんて言うんでしょうね。お金にいいも悪いもないですからね。お金を憎んでもしょうがないとは思いつつもね、お金に振り回されているこのね、社会システムっていうものを全てね、破壊し尽くしたいな。ね。そう思いませんか、皆さん。冗談じゃないですよ。そう。ね。お金でみんな、私のね、動画もう240本以上上げてますけれども、もう2年半経ちますけれどもね、一向にね、世界から無視されている史上最悪最低のチャンネルなんですけれどもね、それには自信があります。最低だなと思いますけれどもね。そうなんですよ。お金って嫌ですね。お金に振り回されてる人生が嫌じゃないですか。なんかこうね、我々のね、まあ僕も氷河期世代ですけれども、まあいろいろと冷遇されてね、往復ビンタを食らってきた人生ですよ。ね、労働場においてもね、何度か土下座しましたけどね、何度かはね、嫌なもんですね。それもこれも全部あれじゃないですか。ね、お金を起因とする生活の基盤がお金っていうね、この嫌な世の中のせいですよ。間違いないです。相続税をね、いつも思うんですよ。相続税 100% にしませんかね。こう言うとね、なんて言うんでしょう、今まで努力が大切だとかね、どんな劣悪な環境からも努力をすれば抜け出せるんだとかね、成功できるんだとかね、人並みの生活が送れるんだとかね、結婚や出産はできるんだとかね、抜かすね連中が急にね怒り始めるんですね。相続税 100% にしたらどうだろうとネガティブマン、申し遅れました。私世界の本質はネガティブであるから、神様の失敗作であるこの世界を滅ぼそうとしている男でございます。お見知りおきをということでね。そうなんですよ。
ね、相続税 100% にしないっていうとリアルでもネットでも叩かれるんですね。ね、お前は共産主義者かみたいなね、共産主義者なんだろうとかね、左翼なんだろうとかね。僕は左翼も右翼も大嫌いですね。なんて言うんでしょう、強いて言うならばなんて滅亡主義者ですからね。なんて言うんでしょうね。そう、資本主義でも共産主義でもない、人類は滅ぶべきだと。もうここまで来たらね、もう失敗してるんだから、失敗してる。そして人類はちっとも反省も進歩もしないね。また同じような歴史を繰り返しますよ。もう自信がありますね。また戦争をして、また人類が激減して、また反省したふりをして、また環境を汚してみたいなね、もう全部繰り返すんですね。ちっとも進歩していないね。ちっとも進歩していないね。そう何の話でしたっけ。そう相続税の話。相続税を大体努力中たちや親ガチャ否定民たちはね、あれだけ親ガチャを否定して努力が大切だっていうのに、そういうやつらに限ってね、相続税を 100% にしたらどうだっていうと共産主義者だとか危険な考え方だとかね。相続税 100% にしたらその 100% は国に入るんだからね、無駄になるだろうみたいなね。いやそういうことじゃないんですよね。だって個人の努力がなんていうの、環境っていうものに左右されるわけですから、左右されない公平な社会を実現するには相続税 100% ね、子供にお金を出していいのは教育費だけというね、贈与するならですよ。それもあれですよ、18まで、高校卒業までね。あとはもう1円もあげちゃいけません。飯を食わす程度はいいですけどね。飯を食わしたりね、子同場にさせるぐらいはいいですけど、絶対お金を渡しちゃいけません。そして相続税 100%、ね、公平じゃないですかね。努力中やね、親ガチャ否定民の思い通りのね、理想的な社会が作れるんじゃないですかね。あいつらはあれでしょ、相続税 100% にしたら都合が悪いんでしょ。自分のね、薄汚い手練手管でね、築いた家庭、その息子娘に対してこうお金をあげたいんでしょ、努力中や親ガチャ否定民はね。また親からお金や財産を相続したいんでしょ。でもそれはおかしいですよね。公平じゃないじゃないですか。あれだけ努力が大切だと、あれだけ親ガチャなんてね、言い訳だなんて言っておきながらあれですからね、相続税 100%ね、贈与税はもう贈与自体を否定するっていうことはね、それダメだって言うんですよ。ダメじゃないんだよってことですよね。相続税 100% にしたら公平じゃないですかね。金持ちの子も貧乏なうちの子も、ね、公平ですよ。極めて公平じゃないですかね。家に住まわせるぐらいはいいですけれどもね、もう小遣いとかやっちゃダメですよ。絶対ダメですからね。車を買ってあげたりとかね、家を買ってあげたりとか絶対ダメですからね。それだけでその親が死ねば相続税 100% なので、全部ね、国が召し上げるって言ったって、だから贈与税 100% で取った税金は氷河期世代だったりとかね、恵まれない子供たち、食うや食わずとかね、虐待された子供たちだとかね、死にそうな、なんて言うんでしょう、生活保護
を受けても死にそうな人たちの医療とかね、医療費だとかに回せばいいじゃないですか。大体おかしいのは、金持ちっていうのは大体あれじゃないですか、普通の中流や下流の人たち、貧民や中流の人たちからね、うまい手段で金をむしり続けて金持ちになるわけですよね。そう、事業から株からね。じゃあ基本的にですよ、金持ちっていうのは多くの人がいるから金持ちになるわけじゃないですかね。株で儲けるって言ったって、その株でね、資金を調達した企業っていうのはね、商売してるんですから。商売っていうのはね、日本だけじゃなく世界を股にかけたね、商いですから、商行為なわけでね。商行為っていうことはもう一人一人のね、お客さんがいるわけですからね。それがあれですよね。貧民だろうと、ちょっと金持ち中流だろうと関係ないでしょ。多くの人たち、そして多くのインフラが整ったり治安が整っているからこそ、金もね、安全に金を稼げて溜め込むことができるわけじゃないですか。という理屈でいけばですよ、自分が死んだらばね、もうそれは相続税 100% でいいんじゃないですか。死んであの世に持って帰れますか、お金が、ね、持って帰れないんですから。それは社会にまた還元していく、戻していくという考え方が正しいんじゃないですかね。そう、何しろ努力中や親ガチャ否定民の望むね、理想郷がそこに生まれるわけですから、私もね、それは素晴らしいことだなと思います。まず公平なスタートっていうものをね、いろいろな子供たちだったり若者だったりにこうね、提示してこそあれじゃないですか、信じられる豊かなね、愛嬌のある世界じゃないですか。そう、国にむしられるっていう考え方よりも、国にむしられた後、それはね、氷河期世代のね、こう往復ビンタを食らってきたね、貧民たちに配ればいいじゃないですかね。その老後の生活保護費とかにね。そう、国のために犠牲になったんですから。そうね、彼らは被災者ですよ。氷河期世代は被災者ですね。地震の被災者と一緒ですよ。もうね、打ち捨てられてね、ひどい目に遭わされてね。そう、いいんじゃない。それ相続税 100% にしても多分ね、アホなお坊ちゃん、アホなお嬢ちゃんたちは別にあれじゃないですか、大きな綺麗な家でね、美味しい飯を食えるんですか。それでいいじゃないですか。で、親が死ねばね、あれじゃないですかね、まあ国から支援を受ければいいじゃないですか。そう、それは引きこもりのね、まあ僕引きこもりの才能の世界ランカーですけど、あれですよね、別にいいじゃないですか。一緒ですよ。親が死んで生活に困るな、じゃあ生活保護を受けさせればいいじゃないですか。そのね、美味しい思いをしてきたお坊ちゃんお嬢ちゃんにね。そうで、そういうお坊ちゃんお嬢ちゃんが勘違いしないようにね、車を与えたりね、生きてる間にね、大きな家を与えたりとかね、マンションを与えたりとか、そういうことは絶対しませんよ。絶対ダメですよね。やったら死刑ですよっていうね、しっかりとした司法をね、築く。その上でやっぱりね、相続税 100% です。これぞ公平な社会、ね、進んだ人類、ね、人類は全然進歩しないですけれどもね、それこそ公平じゃないですかね。この案はとってもいい案だと思うな。そう、金持ちたちとかお嬢ちゃん
アホなアホボンアホ嬢たちは本当に死ぬほど嫌がるでしょうね。でもおかしいんですよ。死ぬほど嫌がるっていうのはおかしいですよね。じゃあ格差がたっぷりとあって不公平な世の中であるっていうことを認めてるってことですからね。そう認めちゃダメじゃないですかね。いや認めたとしても改善していかないといけないじゃないですか、ね、それを拒否するというのはもうねあれですよ。生まれながらそもそも何でしょう、なんか企業でも事業でもアホな2代目3代目っていうのはねこうね生まれついて海外旅行に行ってみたりね、そう16、17、18とこう親に与えられたバイクやいい車だったりとかでね、そう女を引っ掛けたりまたは男を引っ掛けたりっていうなんかそういうのなんかもうおかしいでしょ。そこは公平にしないといけないじゃないですかね。そう死ぬほど嫌がるだろうけれどもね、やっぱりお金という問題で考えるならばまず公平さっていうものをねお金に求める、お金の価値に求めると言いましょうかね。そうお金っていうのは中立的な立場に置かないといけないんじゃないのかな。そうでお金で失敗してきた私はそう皆さんお気づきかと思いますけれども私240本以上上げてきてお金のことについてめったに話さないですね。もうそれほどね小さい頃から苦労してね、そして中年に差し掛かろうとする頃にねお金で大失敗してこのざまですからね。もう語りたくないんですよお金に。もうねお金は嫌なものだなっていうなんかもうねニーザとかね怪しげなね言いますけどそうニーザにぶち込めとかね言いますけどねもうお金を増やすという行動をもうしたくないんですよ。もうなんかねお金がお金を生み出すみたいな行動をしたくないんですよね。もうコリゴリなんです、ね、あまりにも苦労しすぎるとねコリゴリになってくるんですよ、ね、熱物に懲りてなますを吹くって言うでしょ。熱いものでやけどしたからなますのような冷たいおひたしみたいな料理にも夫婦言いながら食べるっていうね昔の人はうまいこと言いますよね。そうなんです。もう懲りてるんですよ。うんざりしてるんですね。特に大失敗をしてからの2012年から17年あたりまでは本当にもうね見るのも嫌でしたね。何の話？お金についてですよ。だからお金はね冒頭申し上げたように嫌なものですねっていうことですね。だってお金だってあれじゃないですか。日本の企業は奴隷労働をさせてそれでお賃金が高ければいいですけど高くもなんともないですからね。信じられませんよね。正社員でね月手取り20万いかないやつとかがそんなやついないんじゃないのかなって思ってたらやっぱりいるんですね。ネット上の情報をかき集めてみるとね信じられないですね。いろんなもの引かれても手取りが20万いかないってそんな世界線が世の中にあるんですよ。もうおかしいですよね。物価はこれだけ上がってるのにねお賃金が上がる気配は一切ない、ね、これをスタグフレーションと呼ばずして何と呼ぶんでしょうということでね嫌なものでしょ。嫌なものですよ。ですからできる限りねですからこのお金の問題もあれですねシリーズ化していけるネタですね。まだまだ語り尽くせない。語るのも嫌ですけれども嫌なものです。
だからなんていうんでしょうね、ブラック企業がなかなかついえないのもお金のせいですよ。なかなかね、ブラック企業であってもお金がたっぷりもらえればね、ビッグモーターみたいに、あとは昔の佐川みたいにね、いっぱいもらえればね、こうガッと稼いで、こうなんて言うんでしょうね、事業を起こすなり、こうね、楽に転職ができてみたりっていう、そのね、こう資金作りができますからね。ブラック企業に限ってね、もう低賃金でね、洗脳をして、わけのわからない標語を読ませながらね、朝礼でね、そうね、殴る蹴るなんていうのは朝飯前のね、パワハラやセクハラがね、横行しているわけですよ。これもお金のせいじゃないですか。だからベーシックインカムを導入せよ。あ、そうだ。さっき言いましたね。相続税 100% にしたら氷河期世代とかね、死にそうなかわいそうな人たちにお金を配れって言いましたけど、もう一つあれですね、相続税を 100% にしてベーシックインカムを実現したらどうでしょうね。お金持ちになるにはみんなの力が必要なんですから、それがちょっとうまかっただけでね、お金がお金を生むシステムでね、金持ちになる。でも死んだらね、あの世にお金は持っていけないのですから、そのお金を還元してベーシックインカムにしてね、ベーシックインカムにすればね、実現すればもうブラック企業はもうね、あれですよ、3ヶ月ぐらいで全部なくなりますから大丈夫です。生きていける、最低限生きていけるね、お金があればみんなブラック企業なんかね、やめますからね。そう、最後にね、こうバレないいたずらをしたりとかねして、そう、まあね、嫌がらせをしながらやめられますからね。そう、そしてブラック企業はそのままの体制でね、人を募ることが不可能になってしまうのでね、ほら皆さんね、相続税 100% にして贈与を許さず相続税 100% すればね、じゃあ金持ちたちは海外に逃げるじゃないかとか言いますけど、どうでしょうね。何も資本主義を否定しているわけでもないしね、労働は否定しますけれどもね、資本主義を否定しているわけじゃないんですし、別に生きてる間は金持ちにね、別に2兆円稼ごうが100億円稼ごうが2億円をね、豪邸を建てようが別にいいじゃないですか。生きてるうちはどうぞ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 っていうことなんですから、別にね、そんなに逃げるかなと思いますよ。逃げれば逃げたでいいんじゃないですかね。別に資本主義はそこに残るわけですから。そう、共産主義だったらね、逃げそうですけれども、資本主義ね、資本主義の話もね、今後していきたいなと思いますけどね。もうろくでもないですよね。でも生きてる間は別にね、世の中変わらないわけですから、そう、金持ちになりたいやつはなればいいっていう世の中ですからね。ね、成功できそうならどうぞっていうことですからね。いいんじゃないですか。そう、事業系の金持ちだけじゃないですよ。なんか大学教授とか医者とか弁護士とかの全部含まれますからね。全部含まれます。全部召し上げてね。そうで、なんて言うんでしょうね、土地建物とかがあって、それも国が召し上げてですよ、なんかね、それを安く売ったりとかして、まあ適正価格で売ったりとかして、でまた金持ちがそれを買えばいいじゃないですか。でも金持ちはその金持ちもまた死んだらね、むしられるわけですよね、持っていかれる。でもそれはベーシックインカムやね、死にそうなおじいさんおばあさんだったり、死にそうな若者だったり、氷河期世代にばらまけばいいじゃないですか、ね、それがこう還流、真のお金の還流じゃありませんか皆さん。そうね、アホな
お坊ちゃんやお嬢ちゃんはね死ぬほど泣いて嫌がるでしょうけれどもね、そういう生まれついてのこの不公平さっていうのは許しませんからね。そして私の今語った理想論は実現することはほぼないでしょうから、やはり世界は滅ぼすべきだと考えます。いや今日はお金という嫌なものの話をして疲れたので、この辺で勘弁してください。ではまたお会いいたしましょう。明日にも今日にも関東大震災、南海トラフが来て、私がねぺしゃんこになりますように。ネガティブマンでした。